ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいじゃ。貝の冒険の後編をやっていくぞい。まだ前編を見てない人はせっかくだから見るといいぜ。犠牲者222人までの足跡が見れるぞ。前回は82回までやったので今回は83回からやっていくぞい。残り17回か。回数だけで言ったら前回よりあっさりだな。だといいが、ここから貝の冒険が牙を向いてくるのじゃ。ワクワクすっぞ。サイヤ人か。金髪だしな。こっちは心が複雑骨折じゃったわ。ということであっさり終わるのを記念して、関東では珍しい愛知の大あさりを食しながら大あっさり終わらせるのじゃ。それではゆっくりしていくのじゃ。ゆっくりしていってね。メリディードゲーム万歳。さあ行くぞ。83回じゃの。後編のスタートね。独眼竜政宗とは風流なもんを持ってきておるわい。さあ83回はどんなステージなんだ？バシリスクがおるな。宝箱が無造作に。なんか時間の減り方が早まったぞ。しまった孔明の罠だ。友達をなくす罠だな。なんじゃ、この出落ち感満載の終わり方。 20秒くらいで犠牲者増やしたな。後編始まっていきなりラッシュだな。宝箱トラップに炎酒。バシリスクとてんこ盛りなんじゃ。上の段に行っても敵がおる。すべてのタイミングがバチコーンと決まらないとゴールに行けない作りになっておる。今度はいけそうか？上の段にうまく着地できれば。いけた。ぬわー。最後の最後にとんでもないトラップあったな。もう引っかからないぞ。慎重にいったな。押しクリアだ。ようやく83回クリアだな。先が思いやられる展開だ。さてさて84回はどんなステージか。ウィングで飛んでいくやつか。お、宝箱。そうやって欲張るとワープが出るぞ。大丈夫じゃ大丈夫じゃ。前科がありまくるのに何の根拠があっての自信だ。イソギンチャクの配置がいやらしい。頭ぶつけたな。やられた。初歩的なミスでやられたな。そしてイソギンチャクも消えたので先に来れた。あんなところに鍵が。頭ぶつけるなよ。ぶつけるなってことはぶつけろってことだろ。不利じゃねえよ。さっきの敵も消えたのでもう厄介者はいなくなったのじゃ。そういう時はつまらないところでミスをするフラグを立てている時だな。怖いことを言うな。お、本当にクリアしたな。あった棒用。85回。折り返し折りの段差があるわね。しかも、元の位置より少し奥まで行かないとダメなやつだな。これが難しいのじゃ。いきなりやられたな。ちょっと奥まで行って頭をぶつけない高さまで降りてから、B ダッシュでビューンよ。下に降りれたな。まずは鍵を取りに行く。そして右側に移動じゃな。ゴーストが2匹おるが、頭をぶつけてバンジキュースじゃ。そうしてラッシュ。鍵のところにも行けてないな。むずすぎるのじゃ。ぐぬぬぬぬ。お、ゴーストのところまで安定してきたか？今度こそ行くのじゃ。あのゴーストさえ超えればなんとかなる。よし超えた。なんじゃこりゃー。どうなってんの？これ？あの柱に乗るの？無理じゃ。これはすごい犠牲が増えそうだな。
覚悟を決めて。飛べカイダム。なんだよカイダムって。お、これはいけたー。クリアしたな。いよいよ86回まで来たのじゃ。このステージ、パッと見は普通だな。風が吹いているが敵の配置とかは普通じゃな。それほど意地悪な位置でもないし。しかし、スペシャルステージの86回じゃ。油断はできぬ。おお、怖い。おお、危ねえ。何ビビり散らかしてるのよ。早く鍵取れ。うおー。いけ、頭ぶつけた、やられた。何をやってんだ。さあ気を取り直して、敵も消えたので鍵を簡単にゲットしまして、あと箱の先に行けばゴールって寸法。よし。何がよしだって？こんなところにいるのずっちー。犠牲者は順調に増えているな。284人じゃ。ここに頭をぶつける安全策。どう見ても偶然。押しクリアじゃ。犠牲者が良いペースなのだ。後半だけで前半を超えるかもしれんな。そんなこんなで87回じゃな。いきなり洗礼を受けたのじゃ。魔法使い厳しいな。そして呪文でやられても何の救済措置も受けられないという地獄。魔法使いはピンピンしてるぜ。始まったな。ようやく上の段に行ける。キャラガメ。これは最大のチャンス。いったー。300人が見えてきたな。いよいよ88回、末広がりじゃな。めでたいフロアだといいな。これは妖怪道中期か？風吹いとるやないかい。全然めでたくないフロアだった。これまた犠牲者増えそうね。300人超えたな。この狭い足場の階段を、なんとか、越える、おっしゃ。あ、やっちまった。カーラーの止まらぬ。止まらんな。危な。じじい慎重にな慎重に。不利じゃないぞ。うお。危ねえな。まだ鍵取ってない。まだ、こんなことをさせるのか。ここで絶対に決めたいのじゃ。うひー、クリアじゃ。末広がりフロア無事クリア。無事なのか？鍵は見えるけど直接はいけないパターンだな。右側から回っていくのか。それにしても敵だらけじゃ。動物園か、ここは。そもそもの塔の意味からかけ離れているなこれ。これはドルアーガの趣味なのだろうか。タイミング合わない。
あの敵がこっち来るまで待つのじゃ。それにしても動きが遅いのじゃ。よし先を急ぐのじゃ。何やってんの？しかし邪魔者が消えたのじゃ。ここからノーミスで一気にクリアしたい。気バレじじい。慎重に。いったー。よしクリアじゃ。いよいよ90回。なんかかなり進んだ感じがするのじゃ。残り11フロア。まだまだあるな。なんじゃこれ。ウィル・オー・ウィスプだらけだぜ。これ抜けていくの？やられた。これって、ウィル・オー・ウィスプってやられても消えないよね。怪爆弾封じ。これは。ああ、これすごいことになりそうだな。怪が、ガンガン犠牲者が。大惨事だな。いや、いつまで続くんだこれ。これ無理ゲーじゃないのか？このステージだけで48人いったな。やられすぎじゃ。股間がスースーしまくりなのじゃ。あと少しだぞ。もしこれでウィル・オー・ウィスプに対して無敵じゃ。これで鍵を取るんだな。あと歯をすけじゃ。あんなところに配置しなくても。そいが界の冒険クオリティじゃ。よし抜けた。とんでもないステージじゃったわい。ここも風ステージじゃな。あの日は頭をぶつけるのか。またまた難儀な配置じゃ。さすがに90代ともなるとさらに難易度上がってきてるな。そうなると当然こうなる。世界一ゲームが下手くそな配信者として売り出すかな。それはいいな。なんでも世界一はブランディングとして良いからな。この犠牲者なら世界一を名乗れるぞ。世界一下手くそだけど心が折れない配信者なのじゃ。超絶脳筋野郎みたいになっているな。400人が見えてきたのじゃ。増えたな。買い付かが本当に必要なレベルじゃ。供養しないとな。アップな。これは決着つけたい。おっしゃー。
この女神はやる気ないな。ふざけすぎじゃ。さて、このステージは、宝じゃ。うわ。冷静にトゲに落ちる。ナイス判断。今のはファインプレイだな。本当に恐ろしいところにワープを仕掛けてくるのじゃ。取りやすい位置に置いてあるぜ。気を取り直して改めていくのじゃ。これはやはり下から回るのか？足を滑らせたな。そして始まる犠牲者ラッシュ。ついに400人。もう誰か止めて誰かってジジイがなんとかしないと止まらんだろ。ぐおー。最終的に上から行くようになったのか。こっちの方が手っ取り早い。クリアじゃ。あと8回もあるのか。長いのう。敵の動きが止まる宝じゃな。というかどうなってんじゃ？動き出してしまった。上はウィル・オー・ウィスプで鍵を取りに行けないようにしているのか。下から回っていくしかなさそうだな。宝箱はダミーだったな。残念。敵の動きを止めている間に先に進めってことか。そうと分かれば急ごう。この間に先に進むのじゃ。敵が思ったより多いぞ。結構大変そうだな。ということで作戦変更じゃ。なんだと？ウィル・オー・ウィスプが止まっている間に駆け抜ける。間に合うのか？ぶつかった。ダメじゃった。諦めぬ心よ。世界一下手くそだが心が折れない配信者の意地じゃ。抜けた。見たかこれがメリジーの意地じゃ。ずっとトゲじゃねえか。これはひどい。上に行くか。って風吹いてるのか。いて。ピンクのいなくなって安全に上に行ける。あの宝を取れってか。むちゃくちゃな場所に設置しているな。落ちた。そして安定のラッシュ。よし取った。絶対にクリアしたい。ここ慎重にな。よしよし。ここも慎重に行くのじゃ。最後の難関。クリアじゃ。
いきなり焼かれた。右側から回ってこいってことか。ここに来てウィル・オー・ウィスプでガードするパターンが増えたな。当たっても消せないから便利な障害物なんじゃろうな。こっちはタイマーってことは取りにくいのが。ウィル・オー・ウィスプ向こうの宝か。絶対に取りたいな。ミスしたらまたやり直しになるのじゃ。取ったどう？大事に行け大事に。おっしゃー。クリアしたのじゃ。96回まで来たぞ。だんだんイライラしてくるわね。回もとんでもない上司を持ったのじゃ。焼かれた。ミロサラマンダーの前にウィル・オー・ウィスプ。サラマンダーを怪爆弾で消させないようにする徹底っぷりじゃ。ここからラッシュです。何人まで増えるのか。496人まで来たか。かろうじて500人は割っているな。この先を考えると500人は確実だな。最後ミスるなよ。おっしゃ言った。ここは、この先じゃな。おい。先見れなかった。なんか嫌な予感じゃ。折り返しで宝箱取る感じだな。青助避けながらってのが。499人。ギリ500人いってない。アップな。惜しい。おーいけた。クリアじゃ。いよいよあと3フロアだな。さて、いよいよ最高難易度と言われる98回じゃ。ここだけで40部以上かかったという恐怖のフロアじゃ。鍵の場所が凶悪なんじゃ。下にトゲ。そして火。頭をぶつけてしゃがまないと避けられない。しかも鍵を取るのに、その通路を往復するという。回の冒険の鬼畜難易度の集大成。それが98回。それでは終わらないラッシュをお楽しみください。
やっとラッシュ終了か。長かった。すでに55人も犠牲者が増えたな。お抜けれたなじじい。クリアは目の前だな。おま、バカ。やっちまっただ。ファイズになった。やっとクリアじゃ。58人も犠牲者が増えた。99回じゃな。なんか広そうなステージじゃ。鳥邪魔。あ。左側から行ってみるぞい。本当に広いステージだな。これなんか抜けれそうじゃない？いつもより振れ幅が長いな。よし、ここを抜けるのじゃ。いけるのか？お？いった。おっしゃーこれでクリアじゃー。やったわねついにステージ100ね。ここまで来ればクリアも同然じゃ。100ステージを見ながら感想戦行くぞい。さてさて、実に36年ぶりに回の冒険全ステージを遊んでみたわけじゃが、やはり、このゲームは極大のストレスがかかるゲームじゃ。そして、ストレスを解放した瞬間の快感がたまらんゲームじゃ。人によっては投げてしまうかもしれないが苦労して、思い通りに操作できてクリアできた快感は脳汁が溢れ出る思いなのじゃ。でも36年前のあのザップだけは許せんがな。まあ、改めてリベンジできたと思えば。36年前にリベンジがようやく達成できたのじゃ。しかし、このフロアのワープって一つしかないのに当時は迷わずそのワープを開けたんだよな。36年後にこのエピソードを発表するためにやったみたいに思えるわい。わしの16歳の思い出が詰まったゲーム。楽しかったわい。それではアンケートの結果を見てみるぞい。皆さんアンケートの回答ありがとうございました。アンケートの結果はこうでした。割れたな。やはり超難易度の成果評価が二分した感じじゃな。神ゲー指数はどうなったかな？それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するわね。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数は？評価が分かれたせいであまり伸びなかったな。こういう賛否両論あるっていうのは良い作品である証拠でもあるからな。未プレイの人はぜひとも手に取って遊んでもらいたいもんじゃな。それじゃあコメントの紹介じゃ。皆さんいつもコメントありがとうございます。かなめさんのコメントです。貝の冒険ですか？俺は、逃げゲー、酒ゲーといえば、真っ先に思い浮かぶのが、この貝の冒険ですね。メリジーさん、昔、最終ステージまで行かれてるんですね。俺も当時、プレイしていた友人から、あれは、途中でやめたというのを聞いて、それなら、俺はと思い立って挑戦しました。
ステージが進むにつれ、それに比例し、どんどんステージが鬼畜になっていき、何度も心を折られたのはいい思い出です。俺は結構、負けず嫌いな性格なので、とにかく、TRYERROR を繰り返しました。そういった経緯のある回の冒険ですが、その鬼畜仕様のおかげでクリアした時に得た達成感は自身のゲーム歴の中でも、TOP5 に入るものになりました。そうなんですよね。このゲーム、クソ難易度なんですがクリアした時の快感が、いい具合に調教させられるゲームなんですよね。最終ステージまで行ってザップで投げた36年前の夏でした。元チカさんのコメントです。攻撃できないという制約が楽しいゲームで、ふわふわのジャンプアクションが病みつきでした。カジュアルな前半ステージでエンディングを見ることができるのも良かったと思います。高難易度の後半ステージは、挑戦したい人向けって感じです。今思えば、アクションではなく、パズルゲームとも言える気がします。確かに、どの敵を消すのか、戦略を考えていくのはパズルゲームに近い。これ人力でノーミスでいけるのか。ちぐさアンダーソンさんのコメントです。悔しさが勝つか、イライラが勝るか、プレイ中は自分の感情と葛藤してるんですよね。そして、その先の達成感。なんだか評価に困るゲームです。抑圧された後の解放で脳汁が一気に吹き出す感じですよね。イライラしている最中は何度もコントローラー投げそうになるんですけどね。止められない止まらないゲームです。高弘長友さんのコメントです。激ムズではある。中古ショップで買ったから楽しめたので良いが、確かにこれを新品で定価で買ったらクソゲーと言いたくなる気もわかるもの。発売日の午前中に定価で買いました。今でも思い出に残る作品となっています。ザップで投げましたが。金狐さんのコメントです。完成のつくダッシュとジャンプに、すぐ頭をぶつけて固まる回なんていうか、電流イライラ棒みたいなゲームでしたよね。アクションには爽快感が欲しいと思うので、個人的にはクソゲーですわら。スーパーマリオやソニックのような爽快感はゼロですよね。投資過敏症なのですぐ痛がりますし、評価が真っ二つなゲームです。コメントは以上になります。皆さん改めてコメントありがとうなのじゃ。また協力よろしくお願いしますじゃ。この動画にもコメントをお願いします。それでは36年前のリベンジも果たしたしそろそろお開きかな。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない終わったー。やっと100ステージ終わったぞーい。36年前の自分に打ち勝ったのじゃー。16歳の自分に勝ったのね。人間死ぬまで成長期じゃな。なんか意識高い系みたいなこと言うわね。自己啓発ゲーム系ゆっくり実況チャンネルじゃ。ごちゃごちゃしすぎてダメくさい。